つぶつぶゆずゼリー、あなたのお腹と陰茎を包み込むつぶつぶゆずゼリー。どうもー、藤田ゆずです。梅雨が年々嫌いになってる今日この頃ですけど、やっぱなんだろうね、低気圧なのせいなのか頭が痛すぎて、皆さん大丈夫ですか？なんかもう5月病ならぬ6月病になりそうでね、今日もねつぶつぶゼリーやっていこうと思うんですけど、今日はまず3分でできるかなチャレンジ。つぶつぶゼリーのねリスナーの方から前回イベントでこのうさぎの耳が折れてるのが2個ある感じのこれ知恵の輪で、多分ねこれを一個一個に分けるやつだと思うんだけど、これを3分間でやっていきたいと思います。じゃあいきますよ。よーいスタート。いやこれこそあれだね、もう動画必須だね。待って絡まったわ。早速やばい、ギチマンだわ。待ってギチマンすぎてギチマンだ。やばいあれ戻っちゃった。ギチマン状態が良かったのかどうなのか。やばい。待ってこれいけるくない？あれただ回ってるだけなんだ。ちょっと音声版で聞いてる方には申し訳ない3分間チャレンジが続いてますけど、結構おたま等も3分で、でもまあ言うても今日もねジングルかかったと思いますけど、ジングルは編集めっちゃかけてるから、別におたまとマスターできたかどうかで言うと別にできてなくて、別にマスターする必要はなくて、ちょっとねリスナーの皆様にはねちょっと物足りなかったかなと思うので、今度あれだね、本当にマスターしてもうバイオリンを捨てるくらいの気持ちで、もう夢を叶えてのイベントももうバイオリンはやらずに、おたまトーンもバイオリンもメルカリで売るくらいの気持ちで、さすがに捨てるは言い過ぎたね。捨てるはちょっとあれなんで、メルカリに売るくらいの気持ちでおたまトーンをちょっとね練習したいね。このつぶつぶゼリー1年記念とかに向けてね、つぶつぶゼリー1年記念にバイオリンを売りに出すっていうのを目標に。待って、本当にむずいぞ。待って、進展ないんだけど、ずっとさずっとこれただ回してるだけっていう。なんかさ、これさ順番があるんだよね。ルービックキューブとかもそうだけど、なんかここの穴にこれを通してやるとか、なんかルービックキューブもさ、なんか一面最初に揃えてから次に何色を揃えてみたいなのあるから、絶対順番があるはずなんだよこれ。こんなバイオリンを捨てるどうこうの話をしてる場合ではなかった。やばい、あともう30秒切っております。どうしましょう。やばい、一番最初にギチマン状態にすらならない。なった。ギチマン、このギチマン状態で完成でいいのではと思いますけど、ダメか。待って本当にむずい。知恵のはさ、言うても人生初めてですね。うわ、人生初の知恵の輪チャレンジ終了。ちょっと悔しいんで、これやるのに累計どのくらいかかったか、絶対次のつぶつぶゼリーまでに本当にもう全てを投げ捨ててでも知恵の輪をクリアして累計何時間かかったか皆様にお知らせしたいと思います。はい、ということでね、最近近況のトピックなんですけど、ツイッターで流れてきたツイートで、30代以上の女性は女性専用車両に乗る権利がないみたいな
ツイートが流れてきて、その30歳以上の女性専用車に乗っちゃダメかどうかのその是非はね一旦置いておいて、30歳以上の人をちょっと女性としては見れないっていう男性が結構いるよ。そのツイートにもめっちゃいいねがついてたんで、29歳以下じゃないとちょっとみたいな男性多分めっちゃ多いと思うんですよ。まず1個ね、これ。あと、よく言われてる通説というか、20歳以上のアイドルは全員卒業すべきだっていう。20歳以上のアイドルはもうおばさんだから、もうアイドルとして価値がないみたいに言ってるアイドルオタクの方は一部いるっていうね。これはなんとなくアイドルっていう枠組みの中で言ったらそうね、もうわかんないけど、価値がない。やっぱり20歳以上がその人は価値がないって多分感じてる方々がね多分一定数いて、その中でアイドルに限っては20歳以下じゃないとって言ってる人と、20歳以上はもう別にアイドル一般人限らず全員ババアだって言ってる人とね多分2通りいると思うんです。こういうね20歳30歳のその壁を作ってる男性がまずいますと。でその考えはもちろん分かりますというか理解しておりますって感じで、それと反対にというか、最近めっちゃ炎上してるテレビ番組があって、これ知ってるかな。女性は見ないでくださいっていうテレビ東京の番組がめっちゃ炎上してて、これ多分地方の人も TVer で多分まだ見れると思うんですけど、これで多分切り抜きとかも TikTok とかにめっちゃ上がってると思う。Twitter とかで、これはその笑い芸人のメンズたちがそのこういう女性ってちょっとどうなんみたいな議論をしていくみたいな番組で、その若いタレントさん、インフルエンサーさんの可愛い女の子となんか飲み会っていう感じでセットで、そこで女性がこういったことに対してちょっと待ってって言って、お前の今の発言どうなんって言って、で炎上してる発言がその女性ってめっちゃコナン好きだよね、でコナンの映画好きやんで、毎年女ってコナンの映画見に行くよな、でも女って漫画読めないからアニメも別にそんな好きじゃないから映画だけ毎年コナン見て満足してるよな、もう女なんて8割漫画のページめくれんしなみたいな、そういう発言がめっちゃ炎上してて、でも私は確かに女ってやけにコナン好きだなってめっちゃ思ってて、私別にそんなコナンに対してなんかその特別な感情も特にないんですけど、なんか少女漫画を読むにしても少年漫画確かにあんま読まないくせにコナンとか鬼滅とか結構語るよなっていうのは確かに私思ってて、だから結構私は面白いなと思って、そういう女いるわって思って結構おもろいなと思って見てたんですよ。一個どうしても消せない話があって、でそのゲストの女の人が、いや私今もう25歳でもアラサーなんですけど、だからちょっと待ってって言って、いやその25歳26歳で私もうおばさんなんですけどって言われた時の俺らってどう反応していいんやねんみたいな、なんて言葉を返したらええねん。だからそのフォロー
するのがめんどくさいねんみたいな、そういうね意見があったの。で確かに私もおばさんだからって言われて、いやいやそんなことないですよっていうのもまあ確かめんどくさいのも分かるんだけど、その後の文脈の方がどっちかというと大事じゃないっていう。私もアラサーなんだけど、いや最近肉がめっちゃ重くて持ったりするんだよねとか、最近脂肪が全然燃焼されなくてなんか超やばいデブったとかさ、そうダイエットの話とか胃もたれしないお肉の話をしたい女性だっているじゃん。で女性はなんかやっぱり最初に話したけど、やっぱ30歳以上を女性と思ってない男性に気を使って私もおばさんだからって言ってる節があると思うの。で私もそうなんだけど、つぶつぶゼリーのリスナーの方がね、直接、ね、イベントに来てくれる方もいるけど、そうじゃない方々は何歳以上をおばさんだと思ってるのかが分かんないから、結構もう私がねこの前誕生日の時も、いやもうおばさんなんで年齢非公開で行きますって言ってやったわけよ。そうだから逆にこっちを気使って、いや私もうおばさんなんでとか、やっぱりね、私まだ全然ピチピチの25歳でなんか若いんでとか言ったら、なんか男性がなんか逆に不快に思うんじゃないかなと思って、そうまあ人それぞれ何歳以上がおばさんだと思うかは男性によって違うと思うんで、もうこれを機に何歳以上はいやもう私おばさんだからって頭につけても別にめんどくさいとは思わないっていう、そもそもわかんない、もう80歳の人がいや私もおばさんだからって言ってそれをめんどくせえって思う人もまあいるかもしんないけど、いやこっちも顔色伺って、いや私まだ25なんでとか、いや私もう25なんで、気を使うのがもう本当にめんどくさいんですこっちも。で私は全然女性専用車とかたまたま目の前が女性専用車だったらまあ乗るんですけど、そうじゃない場合あんま乗らないので、でももし目の前に女性専用車があったとして、何歳以上から乗ったらダメなのかっていうのも決めてほしい、ここのリスナーに。何歳以上が私もおばさんだからって言っていいのかと、何歳以上から女性専用車に乗っちゃダメなのかっていう、これを藤田に貸してほしいです。男性がいやもう僕おじさんだからって言ったら、別に女性って結構いやそんなことないんですよっていうパターンと、前後の文脈とか仲の良さにもよるけど、いやもう確かにおじさんだしねとかいじるパターンと2パターンできるじゃないですか。でも女性っていやもうお前確かにババアだしなみたいないじりが確かにできないっていうところが男性に気を使わせてるっていう点で、結構ねそれは問題なんじゃないかな。いじりにくくさせてる女性も確かに悪いなとは思うんですけど、もう26歳25歳6歳おばさんだよって言ってる男性が世の中に多いから、こっちも気を使って言ってるんだよっていうのを、一応ね今回話させていただきました。つぶつぶユーズゼリーね、今回もたくさんお便りね読んでいきたいなと思います。ラジオネームカピバラさん、ありがとうございます。尊きもののコーナーについて送ってくれてます。勝手に番犬になっていた中型犬、過去野良犬が多かった時代、玄関前に吠えずにお座りしていた時が多かったです。最初は首輪がなかったのですが、いつの間にか首輪が家の建て替え後しばらくして見かけなくなりました。ただ足跡の痕跡がコンクリートに残っています。固まる前に歩いたからでしょう。野良犬狩りに捕まったのかな。私野良犬あんまり見たことないかも。野良猫とかは結構都内でもね見ますけど、野良犬って確かに全然見ないかも。
ぱ時代なのかな。やっぱいつか野良猫も時代とともに淘汰されていくのでしょうか。最近この話したっけ。もうしてたらちょっと私もアホすぎて前回何話したかとかあんま覚えてなくてごめんなさいなんですけどちょっともう最近暑すぎて、まあなんかちょっと地球温暖化の進行を妨害するのにちょっと役立とうと冷房をつけずに暮らしてまして、これが果たして地球温暖化が進まないように微力なりともなってるのか知らないですけど、まだ今年冷房つけてません。暖房も私つけないんですけど、なんでね、何話したかちょっと忘れてごめんって感じなんだけど、最近実家の犬の面倒をね、どうしてもその親が外しててちょっと見てくれっていうことで見に行ったんですけど、本当にショックだったのが、私犬アレルギーに多分なっちゃって、花粉症も食べ物のアレルギーとか金属アレルギーとかもなくて、アクセサリーとか全然つけない。犬アレルギーか金属アレルギーかだったらむしろ金属アレルギーになりたかったなっていうくらい。帰った瞬間くしゃみ止まんなくて、今まで前回帰ったのが多分お正月とかだったんだけど、全然くしゃみも全然出なかったのに、なんか今回急にくしゃみ止まんなくなって、でちょっとうがいしたら落ち着いて、で犬が膝の上乗ってきたらもうやばいぐらいくしゃみと鼻水が止まんなくて、犬にマジ鼻水と涙が垂れそうになって、ちょっと私の鼻水でシャンプーしてやろうかなって感じでしたね。結構ショックでしたねこれは。はい、ということで次のお便りいきたいと思います。ラジオネームつば太郎さん、ありがとうございます。ふつおたで送ってくれてますね。今日も楽しく拝見させていただきました。ありがとうございます。イベントでいつも優しくしていただいているのに、ラジオでまたいろいろなゆずさんの思いを聞かせていただけるこの時間が自分にとっては大変貴重な時間です。いやー、いつも優しくしていただいてるのにが結構あれだね。なんかトイレとかにさ、いつも綺麗に使っていただきありがとうございますって書くことで綺麗に使ってもらえるみたいな、そういうのと一緒でもっと優しくしてほしいってことやね。なるほど。今週は過去作品の振り返りがありましたが、確かにしましたね、そんなことも。メイクの話や撮影当時の思い出など大変感慨深く、また懐かしく感じました。デビュー作以外全ての作品を見ていますが、また新たな視点で過去作を見ることができそうです。ありがとうございます。ロッテリアは都内全ての店舗をゼッテリアにリニューアルしたそうです。へー、全部？自分はロッテリアにしかないリブサンドというメニューが好きで、それしか食べてなかったのですが、ゼッテリアにはリブサンドはありません。自分の好きなものがなくなっていくのは寂しいと思いますが、それが経済活動ということで他に好きなものを見つけようと思います。また無理なく更新していただけるのを楽しみにしていますということでね。リブサンド食べたことないかも。ないね。私だってロッテリアに行ったことがないんですもん。私食べたことがないもの多すぎない？この前のホワイトロリータの件もそうだけど、布団みたいな肉がドーンと入ってますねこれ写真がね、著作権とかがあると思うので調べていただきたいんですけど、布団にも見えるしアップルパイにも見えるくらいの真四角の、よくなんかさミスドとかであるさ真四角のアップルパイみたいなこれ逆にアップルパイにしてゼッテリアで売ったらどうなるかっていうのが気になりますね。最近また作品もちょこちょこ出てきてますので、皆様ぜひチェックしていただけたらと思います。作品の話で言うとね、これねタイムカプセル的にちょっと置いておくんですけど、ラジオが上がる日がね24日の水曜日だと思うんですけど、この日に嬉しい共演がありまして、出るのがね
秋とかになるのかな。ちょっと楽しみな、本当仲いいけど最近全然会えてなかった、こんなに共演してるのに一回もレスしたことがないっていう面白さもちょっと含めて、またね撮影の思い出ができましたら次回ねお話できたらなと思います。はい、で次のお便りいくか。ラジオネームピコリンさん、ありがとうございます。喜怒哀楽のコーナーに送ってくれておりますね。ありがとうございます。ゆずさんが電車の中でマイペースな女性に怒りのエピソードを話されていたので、電車の中で見た心温まるエピソードをお話ししたいと思います。ありがとうございます。会社帰りで21時頃、電車に乗っていると途中で歩くこともままならないおじいさんがサラリーマン風のおじさんにエスコートされてよろよろと乗ってこられました。席に座ったおじいさんと何かやり取りをされているようですが、ろれつが回っていなくておじさんが苦労している様子で大丈夫かなと思い声をかけておじいさんの話を聞いてみたら、降りる駅を伝えたかったみたいですが乗り換えが必要な目的地でした。あら、おじさんはたまたま言い合わせたので乗るのを手伝っただけの赤の他人で、あと10分もしないうちに乗り換えの駅に着くので2人してどうしようかなと悩んでいたのですが、私は次の駅が最寄りだったので次を降りる時に急いで駅員に介助要請しましょうかと提案しました。お、偉いですね。するとおじさんも私も次の駅なんですよねと、駅員さんに任せるのはいいとしてもこのまま放置で大丈夫かななんて考えていたら、おじさんがじゃあ駅員さんにお願いできますか、私が〇〇駅まで一緒に行くのでと、遅い時間まで頑張って働いてきたにもかかわらず見ず知らずのおじいさんの安全のために乗り過ごして送り届ける役を買って出てくれたんです。優しい。他におじいさんの目的地まで行く方はたくさんいたでしょうに、見て見ぬふりをしている人がいる中であのおじさんは輝いていました。めちゃくちゃかっこよかったです。あんなにかっこいいなら先に残りますって言いたかった。悔しいです。確かにマナーの悪い人をよく見かけるご時世ですが、稀にこんな素敵な方に出くわすこともあります。あの時声が出なかった人も同じくやっておけばよかったと思っているかもしれません。そんな人たちが次どこかで困ってる人を見かけたら声をかけてみたりして、またそこに心が動く人がいたりして少しずつ伝染していい世界になっていったら嬉しいですよねという、すごい優しい世界という内容のねお便りです。ありがとうございます。トラブルに巻き込まれたことがないくて、確かにスマホを見すぎて電車に乗り込むのがめっちゃ遅い女とか、だらだら友達同士で喋ってて乗り込むのが遅い女とかに出くわす場面はめっちゃあるのに、私痴漢とかそもそも自分があったことが高校生の時に1回だけ、しかもそれもスッカスカの電車でなんか隣に謎に座ってきてなんか触ってきたんです。速攻逃げれるっていう、別にそもそもそんな触られてない時間がね1回だけで、都内に来てから1回もそういう目に自分があったこともないんですけど、痴漢がもし痴漢している人、他の女性に痴漢してる人がいたら私絶対助けようと思ってる。もうその人の手を剥いでもう自分の胸に当ててやろうくらいの気持ちで毎回ね。あともし万が一刃物持ってる人がいたら、みんなもしその緊急停止ボタンを押して止まったとして私はこう案内して、もう自分はもうどうだってもいいんで、こうみんなをね、ちっちゃい子とか高校生とかをね優先的に下ろしてこうやっていくみたいな関わりを買って出ようと思って毎日結構臨戦態勢で電車に乗ってるんですけど、マジでそういう機会にあったことがなくて、そうもし誰かがその痴漢とかにやってても嫌だなと思って、私結構満員電車の時はスマホを見ずに周りをね警戒してるんだけど、そういうことがなくさすぎて、私もヒーローになりたいのにただただ
イライラすることが多いので、なんか一発逆転、なんか自分の命に変えてでも誰かを守れたらいいなと思うんですけど、なんかなかなかそういうヒーローになることってできなくて悔しいって気持ちめっちゃわかるわ。みんなね、リスナーの方は家族がねいたり、大事な仕事があったりして、なかなかその痴漢がいる人を助けるのに時間がかかるからめんどくせえなと思ったりね、そういう人も多いと思うので、一概に困ってる人がいたら助けてあげてほしいとはなかなか言えないですけど、ということでね、エンディングです。梅雨が嫌いすぎて体調があまり芳しくないですけど、こんな中でね、毎朝電車乗ったりしてみんな大変だと思いますけど、痴漢には間違えられないように、私も痴漢に間違われないように気をつけて生きていきたいなと思います。次回のイベントの告知をさせてください。6月22日月曜日、リコジョッキーさんの生配信が先日ありまして、こちらのアーカイブ期間がまだありますので、こちら見ていただけたら嬉しいなと思います。7月18日の夜はさつきなちゃんと新宿で夢を叶えて伊豆衛門イベントです。ぜひ遊びに来てください。こちらも、生配信とアーカイブがつくそうなので、もし遠方だったり予定が合わない方は見ていただけると嬉しいです。はい、見るよって方もね、企画の提案とかしてくれたら嬉しいので、Twitter とかで教えてくれたら嬉しいです。で、8月の28日に、秋葉原で DVD イベントをやります。こちらね、ラムタラエピカリ秋葉さんで、うちの GG の事務所の女優たちがみんなお世話になってる店舗なんですけど、ここの店舗さんのいいところは、割と他の店舗さんだとサインの時間がサインしながら喋る時間があるんだけど、こちらの店舗さんはその時間がめっちゃ長くて、他のとこだと私程度のね女優でも2分くらいで結構剥がされるケースがほとんどなんだけど、ここのいいところは結構5分くらい話してもそんなに何も言われないので、ゆっくりお話できるので、もしよければ会いに来てください。現在つぶつぶゼリーは動画版も YouTube、 音声版も各種ポッドキャストにて配信中です。すべて内容も同じです。お聞きのアプリで高評価、チャンネル登録、コメント、通知音よろしくお願いします。 Twitter での感想はハッシュタグつぶつぶゼリーでお願いします。はい、お便りは概要欄の Google フォームにて募集中です。そうですね、つぶつぶゼリーのあれですね、間に挟む音声の方も募集してますので、ぜひぜひ送っていただけたら嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。